そうな少年と後ろを歩く寡黙な男。何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた街が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため2人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち。その一人が少年たちを呼び止めた。値踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。お怪我はありませんか、王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど街を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。往々にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にもそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。から得られる情報は漠然としている。だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。彼女の前方に一人の賞金稼ぎが立ちふさがる。
荒い息遣い、ギラついた瞳、その賞金稼ぎは女を睨みつけ、有金を渡せと吠えた。勝負は一瞬で終わった。女のため息が砂塵に絡む。彼女の力の源は復讐心だ。生半可なものでは到底かなわないだろう。探していた標的を求めて女は森へと向かった。が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物を探しているようだ。包帯に覆われた表情には心なしか陰りが見える。草木が揺れ、音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっているのだ。そして貴重な食料をめぐり、当然のように争いは起こった。へ戻ることにした。朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうと身白ぎしたが、弱りきった体では食料を受け取ることすらできない。少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の顔を見つめていた。町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、突然機械兵が立ち上がる。よみがえった機械兵は女へ銃口を向け、うなり声を上げた。
し少年は病魔に侵され、旅路の半ばその命を落とす。一人残された男は少年の遺骸を守ろうと近づく者すべてを殺すようになった。少年の死から100年、機械の体は錆びつき、意識は薄れ、王国さえ滅んだが